先日ツイッターのフォロワーさんの投稿を見てて初めて知ったんですけど、なんか面白いアプリがありまして、アプリをですね、立ち上げて、カードをですね、こうやってスキャンすると、簡単にそのカードがいくらの価値なのかっていうのが表示されるアプリがあるんですよね。これなかなか地味に便利ですごくないですか？こんな感じでこのカードだと PSA の10とか9でいくらで落札されているのかとかが、瞬時でこうやって情報が表示されるんですけど、本当に簡単でなんか気になるカードがあったらこうやってかざすだけでこんな感じでですね、価格が表示されて、パラレルの違いとかまではね、拾えなかったりするんですけど、なんか類似カードとかこんな感じで出してくれるんで、なんか自分と同じパラレルのカードがあったら、これだみたいな感じで調べることができるようになってて、これ結構未来を感じますよね。もちろんスポーツカード以外もいけてですね、例えばこんな感じでなんか遊戯王カードとかもこんな感じですね、出るようになってるんですよ。これちょっと日本語版のカードに対して英語版出ちゃってるのは、eBay の多分落札履歴とかを参照してるんで、絵柄としてはちゃんと引っ張ってこれてるんですけど、落札履歴に多分日本語版がなかったりするとですね、ちょっとこうやって探しても同じ型のカードが出なかったりとかはするんですけど、ただちょっとまだまだ発展途上だと思うんで、なんか将来性を感じますよね。ポケモンカードとかもですね、こんな感じでいけて、こっちも多分日本語がね、今、売られてなかったりすると、引っ張れなかったり、ちょっと似たようななんか色のカードが出ちゃったりとかするんですけど、でもなんか海外のね、同じカードの相場とか調べたりとか、そういうのね、結構十分使えるんじゃないかなと思います。少なくともスポーツカードとかだとね、結構普通に現時点でも使えるツールになってるんじゃないかなと。パティとかがちょっとペドリに対してパティ出ちゃいましたけど、多分そこやってめくるとペドリのカードも普通に候補として出てくるし、パラレル違いとかがあってもね、こんな感じで出してくれるんで、自分と同じカードどれだろうとかっていう風に結構簡単に探せるんですよね。こちらのアプリの名前はですね、センターステージっていう名前のようなんですが、iPhone 版を今ベースに開発されているようで、現時点でもAndroid 版もですね、あるんですけど、一応ちょっとベータ版扱いっていう形で、まだ一部の機能が使えなかったりっていうのはあるようです。ただダウンロードは多分できると思うんで、ぜひとも Android 版でも iPhone でもね、試していただけるといいかなと思うんですけど、ちょっとまだまだ発展途上で荒削りな部分もあるのかなみたいなちょっと説明がですね、サイトの方でもされていますが、ただ無料版としてはですね、このクオリティでも十分すぎるなっていう、そんな印象のアプリです。先ほどの価格を表示させる機能っていうのは、お見せした通りですね、ちょっとうまく光の当たり具合で出ない時もありますけど、こんな感じでスキャンして、かつこのね、横スライドしていくと大体候補のカードがこんな感じで、表示はされるんでね、この辺の使い勝手は全然問題ないレベルかなっていう感じですね。で、ちょっと見てて気づいたのは、多分 eBay の本体でも落札履歴ってなんか90日ぐらいしか保持されてなくて、それ以前のデータとかで消えちゃってるみたいなのがどっかで書いてあった気がするんですけど、このアプリの中では見る限りこんな感じで2021年のデータとかも残ってるので、なんか割と古いそのカードの落札データも見れるっていうのは、結構利点なのかなっていう感じですね。ちょっと全部が全部綺麗に残ってるわけじゃないんで、消えちゃってそうなものももちろんありました。あとちょっと課題としてまだなんかありそうなのは、本当はこのカード35シリで、こっちも35シリなんで、なんか統合してこの辺多分表示されるってのが理想っぽいんですけど、なんかちょっとまだその辺の不具合が残っちゃってるみたいなことは、なんか開発コメントみたいなところにも書かれていましたね。あと2つ目の機能のコレクションリストはですね、この画面の下に今出てる Add to Collection ってやつを押すと、このカード自分例えば1枚持ってるよとかってやって登録するとですね、この真ん中のメニューのとこからこんな感じで今追加したカードが今一番上に登録されてますね。
今これ他にもちょっと僕が持ってるカード適当にバーッと追加してみたんですけど、そうすると今左上のところに、98枚あって、合計で$34,000ぐらいの金額になってますよみたいな感じで、なんか自分のカード資産みたいなのが見れるんですよね。なんか意外とこういうのって計算しないと見れる機会なかったのかなと思うんで、これもこれでなんかこのアプリのちょっと特徴として面白いところではありますよね。あと3つ目の機能としては、反射、来ましたね。こんな感じでスキャンして、例えば、これとか同じカードだなとかで、今度右上の付箋かな、しおりかな、このマークとか押していただいて追加ってやると、今度一番この右下のメニューの人のマークのとこですね、こんな感じでウィッシュリストを一番下にカードを追加することができます。この機能のそうですね、利用用途として考えられるとしたら、例えばなんかあれなのかな、店舗とかでカードを見つけてウィッシュリストになんか今後買いたいものとしてスキャンして追加しとくとか、ちょっとリアル店舗だとね、使い方とかマナーとか少し考えた方がいいかもしれないですけど、でもそういう使い方も、できなくはないですよね。あとはPC の画面とかも全然これスキャンできたので、なんかオークションに並んでる商品スキャンして、なんか実際の価格どんぐらいなんだろうとかっていうのを調べたりとか、もちろんこれもリッシュリストに追加して今後なんか買う時の参考にしたりとか、結構いろんな利用シーンが考えられるのかなっていう気がしますね。はい、そんな感じでですね、今回アプリの紹介動画になりましたが、引き続きサッカートレカを中心にですね、スポーツカードの普及活動を行ってまいりますので、応援してよいよという方だったりとか、動画面白かった方はですね、ぜひいいねとかチャンネル登録いただけると、動画制作の励みになりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。